皆さんこんにちは、ひがです。よろしくお願いします。今回もカメラマンの萌と、一緒に動画を撮っていきたいと思います。お願いします。お願いします。そして今回のテーマなんですけども、加速を意識して飛距離を伸ばそうっていうところについてやっていきたいなと思うんですけど、加速といえば、ヘッドスピードですね。そうだね。はい、ヘッドスピードを上げれるポイントを分かってるだけで飛距離ってだいぶ変わってきますので、今日はそこについて詳しくやっていきましょう。はい、楽しみです。お願いします。はい、ちょっと声が枯れてるので聞きにくいかもしれないんですが、頑張ります。頑張ります。はい、お願いします。風邪ではありません。そう、別に酒焼けとかでもないからね。普通に叫びすぎただけ。ということでお願いします。それではまず、加速させるポイントとして、スイング中に、力を入れるタイミングを説明していきたいなと思うんだけど、まずですね、アドレス構えて、逆に萌は力を入れるタイミングはどこだと？力を入れるタイミング？力を入れるタイミングでもいいし、入れてないかも。いや、すごいなんかいい回答が返ってきましたが、本当なのかという。でも入れないように握って、軽く握ってそのまま振ってる。いい。力は。だから手に力をギュッみたいなのはやってない。素晴らしい。なかなかね、萌みたいにそうやって回答してくれる方ってなかなかいないと思うんだけど、大体のアマチュアの方で飛ばそうとする時っていうのは、大体みんなアドレスからギューってこのクラブを離さないぞってギューって握って、このまんまの力でうわーっていって、このままうわーって振って、すっごい頑張って振ってますみたいなスイングをよく見るんだけど、それだとなかなかヘッドっていうのは加速しない。じゃあどういうタイミングで力を入れるかっていうと、最初アドレス構えて、例えばじゃあこのマックスで握る力が10だとして、ギューってマックスで握るのは、スイング中に入ってくるのは、インパクトに入れていく方が球っていうのは飛ぶし、ヘッドが加速するんですね。ってことはアドレスの時の力感っていうのはもう1ぐらい。もう1。イメージはよく言うのはさ、卵をさ、こうやって持ってる、握ってるぐらいとか言ったりとかするし、どうだろう。なんか私は一番わかりやすいのは、こうクラブが落ちてるじゃないですか、これを拾うぐらい。じゃあもう全然。そう、なんか別にこれ拾うのに、すんごい力入れてうわーって持たないじゃん。これを拾うぐらいの力感でいいと思う。ポイント、これはアイアンでもドライバーでもそうなんだけど、構えた時に力が入る人っていうのは後方からの方が分かりやすいかな。ここから力ギュッて入れる人って下にこうニュッて圧が入るんでね、こう地面を押してるみたいな、この状態だとまずそもそも体が動かないし、回転も入らないので、なるべくもうヘッドは浮いててもいいぐらいだと思ってください。で、やっぱちょっと多少ヘッドの重さをアドレスから感じるっていうのがとっても大事で、ここまではできると思うんだよ、みんな。こうだって別に力入れないでこう触ってるだけでいいと思うので、ここからが問題。ここからじゃ力抜きました、アドレスで力抜いてますからスイング開始ってなったら急にグッて力入れる人もいる。大体みんなそうじゃないかな。力抜いてリラックスしてって言われると思うんだけど、そこから力抜いてるけどトップ行くまでにシャーってもう一回こうやって入れちゃう人も、これもあんまり良くない。スイングの加速させるポイントっていうのはトップからインパクトにかけて最速にしていきたいので、そのためにはトップまでもこの力感は変わらない。変わらず1割ぐらいで上げて、ここから一気にこう力を球に伝えていく方が飛ぶし、人ってこうずっと力入れてるよりも瞬間的に入れた方が多分パワーって強いのね。なんでずっと入れてるっていうよりかは、もうインパクトにかけて最速にするっていうだけでも加速はしやすいかなと思います。
じゃあアドレスから10のうん時でいきますね。はい。なんか音が気持ち悪いで、ブオーンみたいな。でも力で、マックスで飛ばそうとして、もう私多分女子の中では多分力強い方だと思うんだけど、それでも222しか飛ばないんですよ。まあ、男性だともっともっと私より全然力強いと思うから、パワーで飛ばそうと思ったら多分もっと飛ぶ人もいると思う。上手にこうね体使ってなくても、まあ、パワー系の人だったら別に飛ぶとは思うんだけど、安定するかどうかって言ったらそこはちょっと微妙なところだと思うんだよね。じゃあアドレス抜いてるけど、力がテイクバックでギュッて入る人、これも NG で NG にいきます。 NG2。割とし綺麗にいった。OK、でもこんな感じです。今の取れちゃった。マイク今のがアドレスは抜いてて、テイクバックで一気にギュッて入れた時の球なんですが、さっきよりも、まあ、飛距離はちょっと伸びてるけど、ヘッドスピードが 39.7。私ヘッドスピードもとも平均41ちょっとぐらいかなと思うんですけど、まあ、多分自分の最大限のパワーを出し切れてない状態なので、飛距離ももっと出るはずなんですよね。やっぱり今のスイング見たら、後方から見たら分かると思うんですけど、ここから一気に力をフッて入れる人って、なんか軌道が多分ブレるんですよ。急に入れたの分かった。分かったでしょ。なんで結構見てて分かるし、ブレやすいから、まあ、球もこれじゃ安定もしてこないかなと思いますので、まあ、この入れるタイミングっていうのをみんなに伝えていきます。ちょっとじゃあドリルをいきましょう。じゃあ早速ドリルをやっていこうかなと思います。まず使うのはこのインパクトバック、Eスイングにある練習器具なんですが、まあ、これをどういう風に使うかっていうと、これ今次アイアン、ドリルはアイアンでいいと思います。そうなんだ。はい、結構力強く叩くので、ちょっと長いドライバーだとちょっと怖いので、なるべく短いもので、短いっていうか、まあシャフトがちょっと硬めのやつがいいと思います。加速させるポイントとしては、トップからトップ来たらダウンからインパクトにかけて最速にしたいので、裏でいこうかな。これでちょっと音鳴るんですが、久しぶりに私これね、ちっちゃい頃は私タイヤ、なんかすごい大きいタイヤをお父さんが買ってきて、買ってきたのかもらってきたのか知らないけど、タイヤをねめちゃくちゃ叩かされてたの、多分これ代用いきます。でこれを強く叩いていくので、ちょっと音うるさいんだけど、トップからインパクトにかけて最速にするので、もう本当にインパクトでマックスの力を入れていく。もうここで止まってもいいぐらい、別に振り抜かなくていいので、ここでってことは下ろしてくる時はちょっと力入る。どんぐらいそれは？もうね、ここで1から一気にマックスにするイメージ。じゃあ1から10でいいの？そう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 。徐々に入れるっていうよりかは、もうここってもう一瞬でダウンスイング実際来るじゃん。だからもう一瞬で1から10にする。めっちゃうるさいよね。そうっていう練習なんですね。でこの時にポイントがいくつかありまして、まずドライバーなので、まあ、アイアン持ってるけどドライバーの練習なので、絶対に状態が突っ込まないように。これでは球をダウンブローに打ってしまうので、ちゃんと頭の位置っていうのは変えないままインパクトしていきましょう。でプラスさらに大事なポイントは、状態が開かないようにしていきたいんですね。状態が開けている時っていうのはこういうこと、なんか力ないように見えるでしょ。ここがバックスイング上げて、ここから加速するんだけど、全部一緒にこう開いてしまうと、これではフェースも開いてしまってスライスとかプッシュアウトとかになりますので、胸の向きっていうのはなるべく開かない。トップまで行った時にまずはトップでね、これ止まっていいと思う。そう流れでギュッて振るとやっぱ
力が入りやすいこのテイクバックでね。なんでなるべく力抜いてトップまで上げて、ここからしっかり加速して振れるようにする。で捻転差を作っていきたいので、まずバックスイングでちゃんと胸を右に向けること、下半身でいくっていうよりかは下半身は踏ん張って胸を右にしっかり向けて、ここから下半身から戻してインパクトを取っていく。はい、これで加速させるポイント、ポイントというかタイミングがつかめると思います。それでは今のドリルをやって、正しい加速させるポイント、アドレスから力感は1、トップまでも1、ここから一気に加速させて10にして振り抜く、動きでちょっと実際に打ってみます。はい、お願いします。おお、ナイスよ。いいじゃない。ということでドリル終わった後に今私が球打ったんですけど、さっきドリル前の NG パターン、最初から力入れてずっと同じ力で振るのと、最初抜いてるけどテイクバックで入れるパターンの、数値と見比べる。見比べる。OK、見比べる。じゃあ NG の時のスイングとドリル終わってタイミングを、測った時のスイングを見比べていきます。まずこれが、アドレスからずっと力を入れてフルで入れてからのずっと力感が変わらない時のスイングなんですけど、ヘッドスピードが 39.1 の、トータルが222の飛距離になってまして、次がアドレスは力抜いてテイクバックで力入れてずっと同じ力感、そしたら 39.7 の238だったんですけど、これだとやっぱ飛距離はねまだまだ出てるとは言い切れない状態ですね。で次が最後ドリルやって終わった後の数値がこちら、ヘッドスピード 41.1、上がってますね。だいたい1ちょい上がってます。で、トータルが246まで上がってますので、こうやって見ると飛距離も全然違いますし、ヘッドスピードが上がってる分やっぱ飛距離は絶対的に伸びてくると思いますので、この加速させるポイントを意識するだけで飛距離がねやっぱ10ヤードは変わってくる。でかいよね。1上がっただけでそうだね、結構上がるもんだもんね。そうだね。なんで今のスイングだと加速させるポイントっていうのはトップから入ってダウンからインパクトにかけて最速にする打ち方で、ドリルはインパクトまででバンって止めてるんだけど、これをなるべくマックスの力でここで止めようとするとまたここでスイングが終わっちゃうので、打つ時はしっかりフィニッシュまで振り切る、ちゃんとね体がぐっと最後まで回ってくるようにしてあげれると手打ちもなくなってくるし飛距離も伸びてきます。でさらに力を抜いたスイングなのでスイング軌道も安定する、このダウンスイングでアウトサイドとか変にこう手でこねくり回しての引っ掛けとかはなくなりやすいかなと思うので、ちょっと皆さんも加速するポイントを考えて練習してあげるといいと思います。それでは今日の、レッスンをまとめます。ですね、まず力を入れるポイントっていうのは、ダウンスイングからインパクトにかけて加速させる、最速にする、で、気をつけなきゃいけないポイントは加速させるんですけど体が開いちゃうとスライス、プッシュアウト、右に飛んでいってしまいますので、胸の向きはなるべくインパクトまでは開かないように最速にしましょう。ずっと力を抜いたスイングっていうのも飛ばないし、力入れっぱなしも飛ばないので、1、1、10で振る練習を
しましょう、皆さん。E スイングにはスイング練習に特化したトラックマンが置いてあって、トラックマンのいいところは自分のスイングがしっかり自分の目で確認できるのと、あとは数値が細かく出てくれるので、自分の今のスイングを分析するだったり、自分が悪いところいいところっていうのをちゃんと分かるので、とてもいいですよね。とてもいいですよね。私も普段練習するときやっぱトラックマンで練習すると、やっぱすごく理解しやすいですし、直しやすいので、ぜひ皆さんにもそれを体験してほしいなと思います。この動画がためになったと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。それでは次の動画でまたねー。